こんにちは。こんにちは。今回は今この瞬間が創造の起点についてお伝えします。はい。潜在意識が引き寄せがあって知識を得ていくと、今この瞬間が大事とか、迷ったら今にいろみたいな言い方を目にすることがあるよね。ありますね。イルルさんは今を意識していますか？どうなんだろう。今この瞬間って当はい。たり前すぎて、そのまま過ぎていくその繰り返しっていうか、はい。だから、意識してるかって言われたら、まあそんなに意識してないかも。まあでもそれがある意味今に生きてるみたいなことにもなりますね。今に生きてる。はい。今って辞書引くと面白いんですよ。じゃん。今イコール過去とも未来とも言えないとき。過去でも未来でもないとしか表現できない。そうなんですよね。ってことは逆の見方をすれば、今この瞬間というのは過去や未来と無関係。過去に彼とあれこれあったことは全く関係ないし、彼とこの先どうなるのかなっていう未来の不安も関係ないってことになりますよね。そうだね。過去のあれこれを今この瞬間に自分が引っ張り出す必要もないし、未来のまだ起きてもいない不安を今この瞬間に引っ張り出す必要もないってことだね。はい。で、イルルさん、今この瞬間がなぜ重要なのか。今に意識を集中していると、うん。それこそ過去や未来のことばかり考える必要がなくなるからじゃない。うんうん。まあそれもね、でかいよね。今は過去じゃないよって言っても、でも昔彼と大喧嘩したからって過去を引っ張り出してくる人は多いのね。まあ、その気持ちはわかるけど、はい。今引っ張り出すなら、どうせならうん。楽しいことがいいよね。はい。まあ自分が楽な方に目を向けるのがいいですよね。あと、今に集中してると、うん。エゴの暴走もストップするよね。うん彼に音信不通にされたって思って、うん。もうダメだ、無理だ、どうしてこうなった、過去に戻ってやり直したいとか、エゴがわらわら出てくるときも、うん。今目の前のやるべきことに集中すれば、うん。そういうエゴに構う必要がなくなるっていう。そうだね。今、目の前のやるべきことって何でしょうか？なんか何でも、片付けとかでもいいし、コーヒーを入れるでもいいし、うん。仕事をするでも何でもいいけど、はい。目の前のやるべきその時々のことに全力でやるっていうのが、今にいるっていうことのような気がそうですね。エゴがうるさくて今にいられないみたいな人には瞑想もいいですね。する。瞑想は考えない練習になるし、今を自覚しやすくなりますからね。で、イルルさん。はい。今って、今この瞬間の積み重ねじゃないですか。今と思っても1秒後には消えるというか、今の連続しかないというかね。そうですね。何が言いたいかわかりますか？全くわかりません。だから、今しかないならば、今、この瞬間っていうのは、想像の起点になるわけよ。想像って作るって漢字の方の想像ね。想像の起点。はい。想像とは、それこそ私たちが散々言っている、そう思うからそうなるの。まあそう思うですよ。そう思うって、まあ恋愛であれば、彼とラブラブで幸せに暮らしている私、まあみたいな感じになりますけど、これってまさに想像してるんですね。想像してるって考えるとすごいね。はい。でも本当にそうで、そう思うって誰が思うかって言えば、自分が思うわけですよね。自分が思うことなしに
現実世界もへったくれもないと考えたら、想像してるのと同じなんですね。一応、想像も辞書を引いてみると、じゃん。想像イコール、最初に作り出すこと。新しいものを自分から作り出すこと。あといくつかありますけど、こんな感じになってます。本当だね。最初に自分が作るってことだね。はい。想像ってもう一つ違う感じがあるじゃん。イメージする方の想像っていう。イメージの想像もありかね。はい、ありじゃないですかね。思いが現実化するっていう言い方される時もありますけど、ここで言う思いっていうのは、彼とどうなりたいかイメージをするって捉えてる人は多いし、実際そういう側面もあると思いますからね。で、こちらもついでなので辞書を引いてみると、じゃん。想像イコール実際に近くに与えられていない物事を心の中に思い浮かべることとあります。改めて辞書って的確だね。イメージの方の想像も思いが先、現実が後と考えれば、心の中に思い浮かべればいずれ知覚しますよって感じかもしれませんよね。イメージの想像でも、世界を作る感じを当てはめる方の想像でも、どちらでもいいってことだね。はい。いずれにしても私たちは思うから全てスタートしている。そして思うというのは今この瞬間に思うわけです。そうだよね。はい。彼とラブラブになった幸せだって今この瞬間に思うわけだもんね。はい。彼とすでに幸せと今この瞬間に思う。その今というのは想像の起点になる。ある意味当たり前の話ですよね。そうだね。でもそれほど今この瞬間っていうのは大切な瞬間ってことがよくわかるね。はい。想像の起点ですよ。だからこそ、そんな大切な今この時というのをすでに終わった、しかも嫌な過去を引っ張り出したり、起きてもいない未来の不安で塗りつぶす必要はないなって思うんですね。そうだよね。今が想像の起点ってなんだかすっごい壮大なことかもしれないね。かもしれないじゃなくて壮大なんですよ。だって、今この瞬間に私たちは世界を想像し続けてるんですよ。で、これ、あながち大げさでもなくて、自分が思うが世界に反映されるってことじゃないですか。ってことは、めぐるが思う世界、イルルが思う世界、これを聞いてくださっている A さんが思う世界、B さんが思う世界がそれぞれ展開されているわけです。自分が思った世界が繰り広げられているという意味では、一人一人がまさに世界を想像しているってことになるね。そうなんですよ。誇張でも何でもなくそうなので、だからこそ想像の起点にもなる今この瞬間を大切にしていこうと思うんですね。今この瞬間自分が思うならさ、どんな世界を作ってもいいってことになるよね。もちろんそうなんです。どんな世界も自分が作っている。言い方を変えれば、どんな世界も自分の認識通りの世界が広がっていると捉えれば、起点は自分以外ありえないので、好きに作ろうよって思いますね。そうだよね。自由に作っていいよって言われても、私たちって律儀に過去との辻褄を合わせようとして作ろうとするけど、その必要がないんだよね。ないんですよね。無関係だから。自分が関連付けようとしない限りは、過去のあれこれは今に無関係なので、彼とどれだけひどい喧嘩して別れようが、音信不通にされようが、新しい彼女がいようが、どうでもいいことなので、それとは関係なく想像してくださいねって思うんですね。だって誰にでも平等に与えられている二度と来ない今、この瞬間ですよ。自分で自由に使っていいんですよ。
想像の起点をフルに活用したいよね。はい。もちろん、今、目の前のことを楽しむっていうのもいいよね。はい。毎春ずっと思いを決めるわけないんだかはい、もちろんです。そうやって今目の前の楽しいと思えることを全力で楽しむ。これって実はすでに叶った視点と全く同じなんですね。ら。その波動というか、その意識になっているというか。うん。そうだね。思いを決めたけど、ちゃんと決められてるのかなとか、エゴがうるさい人は、ひとまず目の前のことを全力で楽しむみたいなことを意識してもいいかもしれないね。そうですね。思いを設定した後は、今、この瞬間瞬間を楽しむ。それが連続すれば、結果叶ってる意識みたいな感覚になるかもしれませんからね。そうですね。はい。はい。じゃあ、それでは今回はこの辺でご視聴いただきはい。ありがとうございありがとうました。ございましチャンた。ネル登録やいいねもお願いします。お願いします。